ローズミーラのブックレビュー。はい、皆さんこんにちは、ローズミーラです。本日ご紹介するのは、リー・シーマン氏の世界に通じるメディカルライティング、ネイティブライターが伝授する楽しいイングリッシュです。リー・シーマン氏は日英のメディカル翻訳者、メディカルライターとして有名な方で、この本は翻訳者に限らず、メディカル分野の英文を書く方、全てが対象になっています。ちなみにリー・シーマン氏とは、数年前のザットのイベント、ワークショップでお隣に座ったことがあったんですが、リー・シーマン氏は1985年から日英翻訳とメディカルライティングをされてますので、私は1985年生まれなので、経験年数が30年近く違うということになります。もう正直幼稚園児と大人っていう感じですね。ちなみにこの本なんですけども、非常に薄い、だったら7ミリぐらいだった1センチじゃないですね。本の内容は、シーマン氏は英語ネイティブなので英語で書かれています。ごく一部のキーワードだけ日本語が併記されています。表紙の内側に 3C イングリッシュをマスターするための12英語という項目が書かれていて、これはいわば英文12か条みたいなもんですね。シーマン氏は優れた英文の条件としてクリア、コンサイズ、コーヘレント、すなわち 3C を挙げられており、12か条全てを言うのはちょっと長すぎますので、いくつかだけ抜粋したいと思います。まず3番目の無意味な言葉は使わない。例文では There are many ways in which the surgery can be done という文がありますが、これは The surgery can be done in many waysと言い換えることができます。また、It was thought that transfusion are dangerous という文は Transfusions thought to be dangerous と言い換えることができます。本日のバラはライラッククラシックです。次は4番目の能動体と主語、述語、目的語の構文を用いる AMA マニュアルスタイルには書き手が不明であるか、関心の対象が行為の内容である場合を除い能動体を使用するべきですと記載されています。ただし、受動体を使用する方が良い場合もあります。5番目の受動体を使うときは慎重に行為を行ったものやものが不明である場合、または行為を行ったものよりも行為の方が重要である場合は受動体を使用する方が良いと書かれています。例えば能動体の場合、The sponsor and the clinic administrator signed the contract in March よりも The contract was signed in March の方が簡潔で分かりやすくなります。そして7番では、受動体と名詞化を同じ文中で使うときは、くれぐれも慎重に。受動体は同じ文章の中で名詞化と組み合わさると、理解するのが特に困難になる可能性があります。例えば、名詞化ありの受動体の例として、Flow reversal is noted during inspiration という文がありますが、これを名詞化なしの受動体にすると、Flow is reversed during inspiration または、名詞化なしの受動体にすると、Flow reverses during inspiration となり、最初のよりもはるかに分かりやすく簡潔になります。端末にはジャーナル投稿時のアドバイスが書かれており、例えば各ジャーナルの投稿規定に従うこと、また所得者への対応コメントのコツなどが書かれています。感想として英訳の基本的な部分を再確認しました。こちら基本的にメディカルライティングなんて医療分野の英文を書く方向けなんですけども、これは英文を書く全ての方にとって役に立つ内容だと思います。機械翻訳を使うようになっても、こういうスタンダードな英語を教える教育は必要です。なぜなら、基本を知らないと機械翻訳が正しいかどうかを判断できないからです。ではこれでレビューを終わります。また見てね。